降りてきた仏様藤井風、皆さんご存知でしょうか。あれはおそらく人間ではないですね。藤井風っていう顔と体を借りた仏様、人間界に遊びに来てる仏様だと僕は思ってるんですね。だってさ、20代半ばであんな歌詞書けるのはちょっとおかしい。曲聴いたことある人はわかると思うんですけど、人生を悟りすぎている彼は。どんな人生経験をしたらあんな歌詞が書けるんだっていう、ちょっとおかしいですね。藤井風、相当な量のその読書っていうかね、その小説とかを読んできたのか、結構えぐい人生経験を、積んできたじゃないとあの歌詞は思いつくわけがない。もうね、大好きなんですよね、僕ね。あの人ね、マジで好きすぎる。もう世界観、言葉選び、空気感というか、もう全部好きなんですよ。で、その先日のねスタジアムライブも実はね、僕応募してたんですよ。でもちょっと外れちゃって、行けなかったんですね。でもね、YouTube に上がってるっていうか、上げてくれてるんですよ、オフィシャルでね。あれはね、やっぱね、人間じゃない、本当に人生悟りすぎてる。ライブのね途中の MC、 おしゃべりのとこでね、どうせ何もかもうまくいくってこう彼がね言ってるんですよ、観客の皆さんにね。20代半ばの時にそのメンタリティ皆さんありました？僕が20代半ばの頃なんてね、もうひねくれ散らかしててね、人の助言とかも全部ね、綺麗事言うなボケってこう正直思ってたと思うんですよ。特にないっていうね曲があるんですよ。もう特にないっていう曲のタイトルの時点でもう悟ってるじゃないですか。悟ってるんすよ。曲に合わせてクラップ or スナップをしてほしいんじゃけど、みんなが手拍子するたびに自分の中のネガティブなことが日産ステディアムの空に解き放たれていくイメージをしてほしいんだけど、みたいなこと言うんですよね。いや、20代半ばでね言えます？みんなの中のネガティブが手拍子に合わせてね、空に解き放たれていくイメージをしてくださいって。20代半ばよ。で、みんなにそれを伝えれる？普通おかしいでしょ。ちょっと悟りすぎでしょ。他にもね、その帰ろうっていう曲があるんですけど、与えられるものこそ与えられたもの、ありがとうって胸を張ろう。いや、悟りすぎてるって人生マジで。もう親世代の言葉やん。その与えられるものこそ与えられたもの。いや、もう親子育て終わり尽くした人の言葉やん。とかね、その憎み合いの果てに何が生まれるの、私が先に忘れようって。いや、私が先に忘れようっていうマインドかっこよすぎひんっていう、その大人すぎないかっていう、20代半ばの男子のメンタリティじゃなくないっていう。で、最終的にね、今日からどう生きてこうっていう歌詞で終わるんですよ。その受け取り方はねそれぞれあると思うんですけど、私が先に忘れようって言いながら最後は今日からどう生きてこうっていうね、そのちょっと悶々とした感じがあるのもいいじゃないですか。ちょっと人間味があってね。あとね、グレイスっていう曲ね、サビがね、私に会えてよかった、やっと自由になれた、涙も輝き始めた。いや、もう何があったんっていう、その人生に絶対何か起きてるやんみたいな、ほんでそれを乗り越えてるやんっていう。私に会えてよかった、やっと自由になれた、涙も輝き始めたって、過去になんかあってるやんっていう、とてつもない何か絶対に経験してるやんっていうね。その全て彼のね実体験を歌詞にしてるわけではないでしょうし、一概にはね言えないんですけどね。いやー、すごいね、本当にちょっとおかしい。彼はおかしいです。頭おかしい。もうね、やっぱ歌手に限らずね、何かの表現者、もう芸能人とかそっち系の人の感性ってね、やっぱりすごいですよね。やっぱ一般人とは違った感覚を持ってたりね、その表現力を持ってらっしゃる人が多いですよね。藤井風くんは特にね、その人生悟り系の歌詞が多いと僕は思ってて、共感がえぐいんですよね。
本当に彼の言葉とか彼の歌詞にハッとさせられたり、泣かされたりね、もう人生救われる。これ大げさじゃなくてね、本当に人生救われるんですよ。その藤井風くんに限らずね、もう最近で言うと例えばあいみょんとかね、バウンディとかその辺もそうですけど、もうその人生2、3週目の人の言葉なんですよね、歌詞がね。すごいよね。もうね、どういう経験してきたのっていう、経験してないにしてもどういう想像力持ってんのっていう、20代とかでね、すごいいいよね。もちろんね、その藤井風くんに関してはね、ビジュアルが好きとかそういう人ももちろんいっぱいいるとは思うんですけど、やっぱね、歌詞とか曲にね救われてる人ってたくさんいると思うんですよね。例えばね、人生に行き詰まった時とか、なんか災難というかね、不幸があまりにも続く時って、そのお寺とかね、なんか神社にこうお祓いに行ったりこうすることがあるじゃないですか。なんか気休めっていうか神頼みじゃないけど、なんかあのイメージなんですよね、僕の中で。その藤井風くんが解決してくれるみたいな、彼の曲聴けばなんか身が清められるみたいなね、そんな領域、もう本当に神。いい意味でね、藤井くんはこれ僕の主観ですけど、なんか世の中をね諦めてるっていうか、諦め終えたというか、諦め尽くした結果の考え方みたいな、諦め終えた空気感みたいなのさえ感じるんですよね。僕個人の感想ですけど、そんな彼のね言葉に救われ、泣かされ、おかげさまで生かされてますというお話でした。藤井風という人間の体をまとった仏様、神様、地球に降りてきてくれてありがとうございます。本当にもう中身がね、本当は仏様神様ってことは分かってるんですよ、我々藤井風ファンはね。もうしばらくね地球で遊んでいってもらえるとね、救われる人間がたくさんいるのではないかと思います。はい、ということでね、この動画が良かったと思った方、高評価グッドボタンお願いします。でね、藤井風ファンの方でね、最後まで見てくださった方はね、仏だと私も思いますって書いてください。多分もうそう思ってるでしょ、みんな藤井風ファンの人。ということでね、藤井風あいつ人生悟り散らかしてるわっていうお話でした。ありがとうございました。トムでした。